のれんに腕押しとはこのことだな。探れば探ろうとするほど真実は深いぬかるみにはまっていく感じだ。沙織はこのリュックサックの中身をどうとも思ってねえのか。沙織は今オタクグッズのことをどう思ってるんだ。これはお前の本当に大事なもの、魂と呼べるもんじゃねえのか。魂とはまた大げさな。そうでもないだろう。これはお前の生き方、いわばアイデンティティってやつだ。それをやすやすと人に渡そうっつう魂胆がよくわからん。魂胆などありませぬ。ただ京介氏に持っていてほしいのです。霧の絵黒猫じゃダメなのか。キリリン氏には以前好意とはいえプラモをデコ装飾して渡されたことがありまして、また同じようなことがあると思うと少し恐ろしくもあり切なくもあり、黒猫氏の家では部屋に置き場所がないとのことでござる。なるほどね。ですからどうしても京介氏に受け取ってもらいたいと思う所存。わかった。そこまで言うなら受け取ってやる。本当でござるか。ああ、ただし条件がある。これはお前のもんなんだから預かっとく。必要になったらいつでも取りに来い。ありがたき幸せでござる。おう、お前の熱意と魂確かに受け取ったぜ。かたじけない。あ、俺メイド喫茶の勘定払ってねえ。そこはちゃんと拙者が立て替えておきましたのでお気になさらず。マジか。あー、気使わせちまって悪いな。これだけあれば足りるか。いえいえ、今日はお願いを聞いてもらいましたからお代は結構。その代わりグッズのこと大事にしてほしいでござる。ああ、分かったよ。それでは京介氏また。メールか。沙織から。なんだこれ。画面に表示された添付の写メに俺は絶句しかけたよ。背景親愛なる京介氏へ、今日のお礼にと思いまして拙者のプリチーな写メでござる。プリチーってお前ぐるぐるメガネで品作られても正直言って微妙としか評価のしようがねえ。せめてメガネ取れと思ったけど、今感じたやり場のないリビドーは続きの文章を読んで吹っ飛んじまった。この度は拙者のわがままを聞いてくださり本当にありがとうございました。かしこ。携帯の中で笑う沙織は悩み一つなさそうに見えるけど、沙織が何かしら悩みを抱えていることは間違いねえ。今はそれが何なのか俺には皆目見当もつかんが、遅かれ早かれ沙織の悩みを知る日は来るだろうよ。んじゃそろそろ帰るとすっか。こうして俺は大量のオタクグッズを抱え帰宅することになったのだった。沙織とのやり取りの翌日、昨日はかたじけなかったでござるとござるメールが携帯に届いた。メール？沙織からか。昨日の今日だしグッズのことか。何昨日はありがとうございました。随分と冒頭から読む気を失せさせるメールだな、おい。つかもうちょっと普通の女子高生らしい顔文字とか使えないのか。まあそれはともかく続きだ。あの後私は空を飛びました。話もだいぶぶっ飛んでんな。ふわふわと地に足がつかない感覚。京介さんはご存知でしょうか。それは我が子を失った母の気持ちにも似ています。そう、宝物を手放した
私のように。なんだこのへんてこな文章。沙織は俺に何を言いたいんだ。気がついた時には、私は見覚えのない天井を眺めていました。後から聞いた話なのですが、私は駅のホームで倒れてしまったそうです。そのせいで電車が何本か止まることになったとか。京介さんはお帰りの際、大丈夫でしたでしょうか。それだけが気にかかり、こうして病室を抜け出し、メールを送信した所存です。病室を抜け出し、それってもしかしてぶっ倒れて入院したってことか。つか今メールが届いたなら沙織は病室の外にいるかもしんねえ。かかれかかれ。やっぱりダメか。お、繋がった。もしもし、沙織か。京介氏、メール見てくださったのですね。このお嬢様口調。沙織のやつ電話だとたまにこうだけど、いつ聞いても慣れねえよな。でも今のメールは手違いですから、綺麗に忘れてくださって。今どこの病院だ。くれと言っても聞いてくれませんよね。当たり前だろう。横浜大学附属病院です。国立横浜大学附属病院だな。待ってろ、すぐ行く。でもここは。子を失った母っつうならその子に合わせてやろうじゃねえの。沙織のメールを俺なりに解釈するとこうだ。預けたグッズのことが心配で倒れた。やっぱり返してくれだったら行くしかねえだろ。沙織、やっぱり来てしまいましたか、京介氏。いおう、悪いか。え、拙者の心情としては嬉しい限りでござる。ですが病院内で声を荒げるのは賛同しかねますぞ。そうだった。まあここは拙者は一人部屋ですから、他に迷惑をかける人はおりませんが。ん？笑った？なんだ、思ったより元気そうじゃねえか。ところでお前なんで入院したんだ。メールにはホームで倒れたって書いてあったけど、もしかして頭打ったとか。いえ、ただの過労による貧血でござるよ。過労による貧血？まさかオタクグッズを手放したことで精神を病んでとか。いやいや、いくらなんでもそれはないだろう。ないとは思うが、沙織だしな。俺は持ち出したリュックを見た。中には沙織から預かったオタクグッズが入っている。沙織が俺しかいないと頼って渡してきたものだ。京介氏、それは。いや、これはちょっと手違いで持ってきちまったやつだから。だから全然全くこれっぽっちも気にしなくていいから。京介氏、今日はわざわざお越しくださり本当にありがとうございます。でも拙者はもう大丈夫でござるよ。本当に？ねえ、こうして京介氏の顔も見れて元気いっぱいになりましたぞ。そうか、ならいいんだけどさ。京介氏、なんだ？一つだけお願いがあります。今回の入院のことはキリリン氏や黒猫氏には秘密にしてくれませんか？は？なんでだよ。あいつらだって沙織の入院を知ったら見舞いに来たがるだろう。ですから黙っていてほしいのでござる。結果的に京介氏に迷惑をかけてしまったことは本当に不甲斐ないと思っています。しかしお二人にまで心配をかけるわけにはいきませんからな。気持ちはわからなくもねえけど、本当にそれでいいのか？検査の結果も大したことありませんでしたし、今回の件は普
2人だけの秘密にしてもらえないでしょうか。まあ沙織がそこまで言うなら。かたじけない京介氏、本当に何から何まで迷惑をおかけして申し訳ござらん。よせよ、迷惑なんて水くせえじゃねえか。ですが、これくらいのこと迷惑のうちに入んねえって。他人同士ならともかく、俺たちダチ同士だろ。そうでありますな。朗らかに笑う沙織を見て俺は思ったぜ。どんなやつにしろ友達っていいよなってさ。沙織の見舞いに訪れてから翌日、本日は海の日で学校は休み。俺は特にすることもなくネットをして時間を潰していた。お、このプラモ出品時からすげえ値上がりしてる。なんとなく見たネットのオークションページでは今日も競売者たちの熱い戦いが繰り広げられている。このプラモは沙織から渡されたグッズの中にもあったものだ。そういや沙織、霧野たちには黙ってろって言ってたけど、あいつらとは連絡取ってたりすんのかね。つうか常識的に考えるとだ、入院して急に連絡が途絶えたりしたらあいつら怪しむんじゃねえの。一応聞いてみるとしますか。沙織が何？だから最近変なこと言ったりしてなかったかって話だよ。はあ？それって人に物を聞く態度？ぶん殴りてえ。だがここはぐっと我慢して下手に出る作戦を取るぞ。俺はここ最近沙織におかしな様子がなかったか心当たりございませんかね。ああ、そういえばこの間のシスカリの大会の後、いきなりアバターアイテムのデータもらったっけ？アバターアイテム？簡単に説明すると、自分の使用キャラにくっつけられるオプション。武器防具はもちろんだし、スペシャル衣装とかもあるんだから。ほー。でそれってすごいのか？アバターアイテムって言ってもピンからキリまであんの。普通にプレイしてれば手に入るようなものもあるし、それこそ大会やイベントに出場しないと手に入らないようなものだってある。私がもらったのはオンライン対戦で300勝以上しないとゲットできないやつ。それって結構レアなんじゃねえの？それなりにね。でも拙者にはもう必要ないものでござるからって言うからさ、ありがたくもらってあげたわけ。お前は何か渡したのか？私も交換しようかって言ったんだけど、何もいらないって言うから。それっておかしくね？いくら仲良くしている相手とはいえレアアイテムだ。何の見返りもなくプレゼントするもんじゃねえだろ。俺にオタクグッズを譲ろうとしたことといい、何か関係あんのか？それ以外は別に気になることってないけど。じゃあ黒猫の方は何か言ってたりしなかったか？はあ？なんで私があいつのことまで知ってるって思うわけ？ですよね。分かってんなら変なこと聞いてくんな。はい。まあでもなんかあったら言ってくるでしょ。あいつ私たちぐらいしか友達いないし。最近学校ではうまくやってるようだけどな。で質問は終わり？ついでにもう一つ質問させてくれ。なーに？まああんたの質問なんてどうせくだらないことに決まってるけど、本当にくだらなかったら踏み潰すからね。どことはさすがに聞けなかった。ほら早く言って、私は暇じゃないんだから。男に大事なものを持っててほしいってどういう意味だ？そんなこともわからないの？そんなの決まってんじゃん。
将来の約束みたいなもんでしょ。将来の約束？確かに男に持っていてほしい大事なものだ。わからなくもないが、その答えは若干ピントがずれちゃいねえか？いや、そういうことじゃなくてだな。しつこいな。違うっつうなら自分で調べりゃいいでしょ。ねえ、バカなの？死ぬの？お前ネット見すぎだろ。はいはい、私はあんたと違って忙しいの。これ以上質問があるなら本人に土下座でもして聞けば。はあ、まさに嵐の後といった感じだ。まあ霧野のおかげで収穫はあったけどな。なんだかんだ言ってあいつの言葉は説得力あるわ。沙織はやっぱり何かを隠してるんだ。